はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。突然ですが、皆さん自分が会話が苦手だなって感じることありますか？それだったらもう全然大丈夫です。むしろ会話が苦手だと感じている人ほど会話が上手になれると私は思ってます。なぜなら上手になりたいと思ってこうやって動画を見て学んでいらっしゃるからです。この時点でもう一歩前に進んでます。逆に自分が話し上手だと思っている人ほどこういった細かいことに触れることもなくて、そして気づかないまま同じ話し方になってしまうこともあります。話がとても長かったりとか、それか同じ話をずっと何度も繰り返して話してしまったりとか。なので話し方で悩んでいる皆さん、すでに一歩先に進んでいると思ってください。はい、ここで面白い研究を一つご紹介します。2012年にハーバード大学の研究者が人間の脳を MRI で調べたところ、人は自分のことを喋っている時は美味しいものを食べたりお金をもらったりした時と同じように嬉しい、楽しいと感じる脳のドーパミンというホルモンが増えることが分かったんです。つまりですね、人は本能的に自分のことを話したい生き物なんです。これを知っておくだけで会話はぐっと楽になります。要するに相手に話をしてもらえばいいんです。はい、では今日は会話が苦手でも実践できる、会話が上手な人がやってる3つのことということでお話ししていきます。もし今日の内容参考になっているよっていう方はいいねボタンポチッとしていただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい、まず1つ目です。質問をすることです。例えばこんにちはだけで終わるのではなくて、こんにちは、このお店来られたことありますかとか、お疲れ様です、最近の企画順調ですかとか、このように質問を一言添えるだけです。もうこれだけで会話は自然に流れていきます。会話が上手な人っていうのは面白いこととか言ってるんじゃないんですよ。上手に相手に話すきっかけを与えて、そして流れを作ってるだけなんです。はい、では2つ目です。雑談をすることです。雑談難しそうと思ってる人、大丈夫です。大丈夫です。だいたい会話が苦手だと感じている人のほとんどが会話の内容にこだわりすぎてます。これを言っても大丈夫かなとか、これを言ったらつまんないと思われへんかなとか、もう全然そんなこと考えなくても大丈夫です。ヒントはとても簡単です。目の前にあるものを喋ってください。例えばカフェにいるとします。このコップかわいいとか、あのお皿形が変わってるねとか、もうこれだけでいいんですよ。これでも立派な雑談です。皆さん雑談力って聞いたことありますよね。もう一見難しく聞こえるんですよ。でも全然難しくないです。もう名前の通りに雑な話ですから、もう雑な話でいいんですよ。はい、では3つ目です。前の会話からヒントを拾うことです。どういうことってなってると思います。これを説明しますと、沈黙を怖がるなと前の動画で言いました。でもどうしても沈黙が続いてしまって何か話さなきゃって感じる時ってありますよね。そんな時は新しい会話を探さなくても大丈夫です。はい、ヒントはさっき出てきてた言葉の中から一つ拾えばいいんです。例えば最近ゴルフを始めましたと言われたとします。そしたらゴルフという言葉を拾ってきて、ゴルフは難しいですかとか、きっかけは何だったんですかとか、どれぐらいの頻度で行かれてるんですかとか、その他にも例えば最近っていう言葉を拾ってきて、最近他に何か始めたんですかとか、このように一つずつ言葉を深めていくだけです。
新しい会話を探さなくても大丈夫です。それだけで会話は続いていきます。相手が言った言葉の中に必ず次の会話のヒントはあります。今日お話しした内容は私がこれまでの経験の中で学んできたことと、そしてある本からも教えていただきました。とても読みやすい本です。ご興味のある方は概要欄からチェックしてください。会話が上手な人というのは特別な才能を持っているわけではないんです。はい、まず質問をすること、そして雑談をすること、そして前の会話からヒントを拾うことです。会話が上手な人というのはこの3つを続けているだけです。まず1つ、今日から試してみてください。きっと少しずつ会話は楽になっていきます。では皆さん、最後に1つ質問させてください。この3つのうちにどれを一番試してみたいと思いますか？ぜひコメントで教えてください。お待ちしてます。このチャンネルでは人生を少しずつ整えていくためのヒントをお届けしております。チャンネル登録とベルマークまだの方はポチッと押しといてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。